1で紹介するのはマイルス・デイビスです。15歳にしてプロのトランペット奏者になりました。彼は薬物中毒に陥り、演奏活動も不安定になっていきます。マイルススクールとも呼ばれる彼のバンドからは、その後のジャズ史に残る偉大なミュージシャンが多数輩出されました。レディオレッドのトム・ヨークがインスピレーションの源として挙げるなど、その影響は計り知れません。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回はジャズの偉人を紹介していきます。偉人紹介はシリーズ化していくため、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。1で紹介するのは、ジャズ界の伝説的トランペット奏者、マイルス・デイビスです。彼はトランペット奏者として歴代最高峰の演奏者であるだけでなく、ジャズの歴史において、複数の革命を起こした人物です。活動期間は約50年。その間、クールジャズ、モードジャズ、フュージョンなど、次々と新しいジャンルを生み出していきました。常にジャズの最前線を走り続けたミュージシャンです。生い立ち背景、マイルスは1926年、アメリカのイリノイ州で生まれました。父親は歯科医で、当時のアフリカ系アメリカ人の音楽家には珍しい裕福な家庭環境でした。父親は自分がミュージシャンになりたかったほどの音楽好き、母親も教会でオルガンの教師をしていた経験があったり、音楽が身近な環境で育ちます。路地で歌われていたブルース、教会で歌われていた教会音楽など、日常で音楽に触れながら、9歳からは音楽の個人レッスンも受けるようになったマイルス少年。13歳の誕生日に父親からトランペットをプレゼントされ、15歳にしてプロのトランペット奏者になりました。キャリアの始まり、地元のクラブで演奏していたマイルスでしたが、高校を卒業したばかりの18歳の時に転機が訪れます。マイルスの地元に演奏に来たあるバンドのメンバーが病欠となり、急遽マイルスが代打として演奏することになったのです。ミスター B ことビリー・エクスタイが率いるそのバンドには、イジー・ガレスピーやチャーリー・パーカーがいました。現在の私たちからすれば、マイルス・デイビスはジャズ界のスターですが、マイルス青年からすれば、イジー・ガレスピーもチャーリー・パーカーもレコードで聴いていた憧れの人たち。この出会いに衝撃を受けたマイルスは、その後すぐに当時ジャズの中心地だったニューヨークに移り、ジリアード音楽院に入学します。この入学というのは親に対する口実で、ニューヨークのジャズシーンに早く飛び込みたいというのがマイルスの本音でした。授業を受ける傍ら、ジャズクラブにも顔を出し、徐々にジャズ界で認められるようになっていきます。挫折と再起。才能あふれるマイルスは若くして名声を手に入れましたが、1950年代前半は彼にとって暗黒期でもありました。彼は薬物中毒に陥り、演奏活動も不安定になっていきます。当時はマイルスに限らず、他にも多くの優れたミュージシャンが薬物に溺れていたんですね。若くして亡くなってしまった方も多く、残念でなりません。名声を得た若きトランペッターの転落は、当時のジャズ界に衝撃を与えました。しかし1954年、マイルスは父親の献身的な手助けもあり、薬物依存から脱却します。実家に戻り、農場の小屋に自らを閉じ込め、壮絶な禁断症状と戦いながら、自分自身と向き合ったと言われています。その後デトロイトを経て、ニューヨークへ戻ったマイルスは、失った時間の埋め合わせをしようと、精力的に演奏、制作活動に邁進していくようになります。ターニングポイント。マイルスの長いキャリアにはいくつもの転機がありました。最初の転機は23歳の時、クールジャズと呼ばれる新しいスタイルを確立したことです。それまでのビバップと呼ばれる熱狂的で技巧派な演奏が主流だったのに対し、マイルスは抑制されたブーティな演奏スタイルを追求しました。アルバム、バース・オブ・ザ・クールは、ジャズ史に残る名盤となりました。次の転機は33歳の時、アルバム、カインド・オブ・ブルーを制作したことです。このアルバムでマイルスは、モードジャズという新境地を開拓しました。コード進行に縛られない自由な即興演奏は、当時のジャズミュージシャンに大きな影響を与えました。カインド・オブ・ブルーは、ジャズアルバムの中で最も売れた作品となり、今でもジャズ入門者に最初に勧められるアルバムの一つです。そして43歳で、電子楽器を取り入れた、イッチズ・ブリューを制作、ジャズにロックの要素を取り入れた、フュージョンというジャンルを確立しました。多くの伝統派ジャズファンから批判を受けましたが、マイルスは音楽に境界線はないと自分の信念を貫き通しました。マイルスの自伝。ここまでマイルスの人生を紹介してきました。彼の生涯についてもっと詳しく知りたい方は、マイルス自身が書いたマイルス・デイビス自伝をお読みください。全文が話し言葉で書かれており、マイルスがすぐそばで過去の話を語ってくれているようです。彼の人生だけでなく、当時のアメリカやジャズシーンがどんな様子だったのかや、ミュージシャンたちの関係性なども知ることができる一冊になっています。音楽スタイルの特徴。マイルスの最大の特徴は言葉少ない叙情的な演奏です。多くのトランペット奏者が技巧を誇示する中、マイルスは吹かないことの価値を知っていました。無駄なく研ぎ澄まされたフレーズと独特の沈黙の使い方が彼の演奏の魅力です。また、様々なジャンルをジャズと融合してきたマイルス。ジリアード音楽院時代に学んだ教会戦法と呼ばれる古い理論をジャズに持ち込んで、モードジャズを作ったり、ロックの要素を取り入れて、フュージョンを作ったり、晩年にはポップスやヒップホップまで自分の音楽に取り入れようとしていました。彼の高みを目指して追求し続ける姿勢、一度の成功にこだわらず異なるものを受け入れる姿勢は、ミュージシャンに関わらず真似できるものではないでしょうか。代表曲紹介。マイルスの代表曲として特に注目したいのは、So Whatです。
アルバム、カインド・オブ・ブルーの1曲目に収録されたこの曲は、モードジャズの代表作として知られています。曲の冒頭、ピアノとベースによる問いかけのようなフレーズが印象的です。その後、管楽器のハーモニーが呼応するように入ってきます。メロディーの後に始まるマイルスのアドリブソロは、意向を誇示せず、静かに語りかけるような演奏で、聴く者の想像力を刺激します。一見シンプルに聞こえるこの曲ですが、従来のコード進行に縛られない自由な即興演奏が可能な構造になっています。参加したミュージシャン全員が、それぞれの個性を発揮した素晴らしいソロを聴かせてくれます。後世への影響。マイルスは1991年に65歳で亡くなりましたが、彼の音楽的遺産は今も色あせることなく、世界中のミュージシャンに影響を与え続けています。バンドリーダーとしても卓越していたマイルス・デイビス。マイルス学校、マイルススクールとも呼ばれる彼のバンドからは、ジョン・コルトレーン、ハービー・ハンコック、チック・コリア、ウェイン・ショーター、キース・ジャレットなど、その後のジャズ史に残る偉大なミュージシャンが多数輩出されました。また、彼の音楽はジャズの枠を超えて、ロック、ヒップホップ、エレクトロニック音楽など、あらゆるジャンルのアーティストにも影響を与えています。イギリスのロックバンド、レディオレッドのトムヨークがインスピレーションの源として挙げるなど、その影響は計り知れません。彼の最大の功績は、ジャズを常に進化する生きた音楽として提示し続けたことでしょう。時代の変化に敏感に反応し、時には自ら時代を作り出していったマイルスの姿勢は、ジャンルを超えて多くのアーティストの模範となっています。聴いてみたい方へ、マイルス・デイビスの音楽を聴いてみたい方には、まずアルバム、カインド・オブ・ブルーをおすすめします。初めてジャズを聴く人でも親しみやすく、何度聴いても新しい発見がある名盤です。もう少し初期のマイルスの演奏を楽しみたいなら、バース・オブ・ザ・クール、エネルギッシュな演奏が聴きたければ、マイルストーンズ、そして電子楽器が入った実験的な音楽に興味があれば、リッチェズ・ブリューがおすすめです。約50年という長いキャリアの中で常に進化を追い求めたマイルス・デイビス。彼のアルバムを順に聴いていくと、ジャズの歴史の大きな流れをつかむことができます。それと同時に、ジャズは多様な音楽を受け入れてくれる懐の広い音楽であることがご理解いただけると思います。一口にジャズといっても、いろんな音楽があります。ぜひあなたが好きなジャズを探してみてくださいね。以上、常識に縛られず自分の道を切り開いていったジャズ界の革命児マイルス・デイビスの物語でした。この動画を通じてジャズを聴いてみようと少しでも思ってくだされば嬉しいです。もしこの人について詳しく知りたいなどリクエストがあればコメント欄にご記入ください。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。